少年は切り落とした頭部を両手で抱え、夜明け前の坂道を歩いていたのだ。そしてそれを中学校の正門前にそっと置いたのだ。それって14歳の子がやったの？そうなのだ。加害者は当時14歳の中学3年生で、榊原生徒と名乗り、新聞社に犯行声明文を送りつけたのだ。声明文まで送ったなんてどういうことなの？しかもこの少年は一人の命を奪うだけでは止まらなかったのだ。3ヶ月の間に5人の子供を次々と襲い、2人を死亡させていたのだ。なぜ14歳の少年がこれほどまでに残酷な行為を繰り返すことができたのか。そしてなぜ社会はそれを止められなかったのだ。この事件の舞台は兵庫県神戸市須磨区の住宅街なのだ。閑静な坂道が続く立賀台地区では、多くの小学生が毎日同じ道を歩いて登下校していたのだ。普通の街の普通の日常だったのよね。最初の犠牲者、山下彩香さんは立賀大小学校に通う当時10歳の女の子だったのだ。友達思いで活発な性格だったと同級生たちは語っているのだ。1997年3月16日の昼過ぎ、彩香さんは学校の近くで突然背後から 1.5 キロのハンマーで頭部を殴りつけられたのだ。そのまま意識を取り戻すことなく、1週間後の3月23日に脳損傷で亡くなったのだ。たった10歳の子が胸が痛くなるわ。もう一人の犠牲者、和地潤さんは当時11歳。やはり地元の小学生だったのだ。父、守さんによると、潤さんは虫や生き物が大好きで、いつも元気に外を走り回っていた少年だったそうなのだ。そんな子が何をされたの？想像するだけで怖いわ。1997年5月24日の昼過ぎ、少年 A は潤さんをタンク山と呼ばれる山林へ誘い出したのだ。人気のない山道へ連れ込んだ午後2時頃、この後事態は急転するのだ。少年 A は潤さんの背後に回り込み、持参した運動靴の紐を首に巻きつけたのだ。潤さんが抵抗しようとしたが、少年 A は紐の両端を思い切り引き絞り続けたのだ。細い首に紐が食い込み、潤さんの体からやがて力が抜けていったのだ。少年 A はその場を離れず、潤さんの息が完全に止まったことを確認してから静かに立ち上がったのだ。周囲にはセミの声だけが響いていたと後に捜査資料は記しているのだ。翌5月25日、少年 A は再び現場へ戻り、持参したノコギリで遺体を頭部と胴体に切断したのだ。そして5月27日の早朝、切断した頭部を自分が通う友ヶ丘中学校の正門前に置き去りにしたのだ。信じられないわ。登校してきた通行人が正門前の異物を発見し、警察に通報したのだ。頭部には榊原生徒と署名した挑発的なメモが差し込まれており、捜査員たちは現場で絶句したと伝えられているのだ。学校の正門に置くなんて子供たちへの挑発そのものじゃないの。許せないわ。さらに6月4日、少年 A は神戸新聞社に第2の犯行声明文を郵送したのだ。ゲームの始まりですという文言が含まれたその内容は、翌朝の紙面を通じて社会全体に衝撃を与えたのだ。声明文まで送ってまるで世間を楽しんでいるみたいで怖いわよね。神戸市内の小学校は集団登下校に切り替えられ、親たちは連日子供の手を握りしめて歩いたと当時を知る住民たちは語っているのだ。一方、捜査の焦点はなぜこれほど大胆に行動できたのかという加害者像に移っていったのだ。少年 A は当時神戸市立友ヶ丘中学校の3年生で、逮捕時の年齢はわずか14歳だったのだ。14歳であれだけの犯行を計画的にやってのけたの？それほどの計画性があったということが信じがたいわ。幼少期の少年 A は表向きは成績も普通で目立つ問題行動もなかったとされているのだ。だが近所の住民によると、幼い頃から小動物を捕まえては解剖まがいの行為を繰り返していたという証言が残っているのだ。動物への残虐行為は重大犯罪の前兆として研究者が指摘してきたことよね。周囲は気づかなかったのかしら。同級生の証言によると、少年 A は普段の授業中は無口でおとなしく、誰かに強く感情をぶつける場面はほとんど見られなかったそうなのだ。しかし一部の友人には、死体を見てみたい、人を殺したらどうなるか気になるといった言葉を漏らしていたと伝えられているのだ。そんな言葉を聞かされていた子たちはまさか本当にやるとは思わなかったでしょうけど、それは見逃せないサインよね。家庭環境については、母親が非常に厳格で潔癖症的な傾向を持ち、少年 A が幼い頃から強い管理下に置かれていたと事件後の報道で繰り返し伝えられているのだ。自己表現の出口が極めて限られた環境だったと見る識者も多いのだ。家の中で感情を出せない子供が外でどれだけのものを抱えていたかと思うと胸が締め付けられるわ。逮捕は1997年6月28日、自宅への任意同行という形で実現したのだ。少年 A は捜査員の前でも表情をほとんど変えず、淡々と事実を認めていったと報じられているのだ。淡々と認めた。むしろそれが一番恐ろしいわ。供述の中で少年 A は、殺した時ものすごく興奮したと語ったと伝えられており、快楽目的という動機が捜査段階から浮かび
び上がっていたのだ。犯行をゲームと表現していた声明文の言葉は供述内容と完全に一致していたのだ。遊びのつもりで命を奪ったということよね。怒りで言葉も出てこないわよ。審判を担当した神戸家庭裁判所は同年10月、刑事裁判への移送を行わず、医療少年院送致という保護処分を決定したのだ。当時の少年法では犯行時14歳の少年を刑事裁判にかけることができなかったのだ。被害者は命を奪われたのに、加害者は刑事裁判すら受けない。当時の制度の限界がこの事件で一気に問われることになったわよね。この決定は社会に大きな議論を呼び、少年法改正の機運へとつながっていくのだ。しかし遺族にとってその議論がどれほど深い喪失を埋めるものになったかはまた別の問題として残り続けているのだ。ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。まず考えたいのは、なぜこの少年がここまで歪んだ衝動を持つに至ったかという問いなのだ。解説でも触れたように、少年 A は幼少期から猫などの小動物を殺すことに快楽を覚えていたと伝えられているのだ。小動物への暴力が人間への暴力へエスカレートしたということよね。そこに何かとてつもない分岐点があったはずだわ。僕が注目したいのは、その快楽が周囲に一切気づかれなかったという点なのだ。学校では普通の生徒として見られ、成績も問題なかったと伝えられている。内側で進行した歪みを誰も察知できなかったのだ。もし誰かが早い段階で気づいていたらという過程がどうしても頭をよぎるわ。家庭でも学校でも一度でもサインを拾える場面はなかったのかしら。そのif仮説はとても重要だと思うのだ。少年 A の家庭環境について、母親との関係に強い緊張があったと精神鑑定書に記されていたと伝えられているのだ。支配的な関係性が自己肯定感の歪みを生んだ可能性を僕は強く感じるのだ。でも家庭環境だけで説明がつくかしら。似たような環境で育っても同じ行動に至らない人の方が圧倒的に多いわよ。その通りなのだ。だから僕は環境だけでなく、気質や神経学的な特性が重なった可能性も排除できないと思うのだ。他者の痛みへの共感が根本的に機能しにくい状態、いわゆるサイコパシー傾向が幼少期から備わっていた可能性があるのだ。生まれつきの気質と育ちの環境が両方重なったということを、それはどちらか一方よりずっと深刻な話よね。そうなのだ。快楽殺人の研究では、反社会性パーソナリティの傾向を持つ個人が適切な関わりのない環境に置かれた時、抑止力が働きにくくなるという指摘があるのだ。この少年の場合、その両方が揃っていたとも考えられるのだ。そう考えると、誰かが介入できた可能性と、そもそも介入だけでは届かなかった可能性が同時に存在するわけで、答えが一つじゃないのが余計に苦しいわ。生まれつきか環境かという問いに対して、僕はどちらか一方ではないと思うのだ。ただ、環境の側には変えられた可能性があったという点が社会にとって最も重い問いとして残るのだ。私も同じよ。責任の所在を環境に帰すのは危ういけれど、見過ごされたサインがあったなら、それは社会全体で向き合うべき問題だと思うわ。僕はやっぱりこの少年が生まれ持った気質と誰にも気づかれなかった孤立した内面世界が重なったことが最大の分岐点だったと思うのだ。私はちょっと違う見方をしてるけどね。気質よりも最初の小さなサインを誰かが止められなかったことの方が社会として問い直すべき確信だと思っているわ。では次に、なぜこれほど長期間誰にも気づかれなかったのかを考えたいのだ。第一事件から逮捕まで実に4ヶ月以上あったのだ。女児が複数襲われて地域では不審者情報も出ていたはずよね。それでも中学生が疑われなかったのはなぜなのかしら。少年 A は学校では普通の中学3年生として振る舞っていたのだ。成績も極端に悪くなく、教師の目には手のかかる生徒ではなかったと伝えられているのだ。普通に見えることが最大の盲点になったわけね。周囲が異常を検知できなかったんじゃなくて、検知しようとする視点自体が向いていなかったのかもしれないわ。そこが構造的な問題だと思うのだ。当時、学校と家庭と地域警察の間に情報を共有する仕組みがほぼなかったのだ。個々がバラバラに判断していたのだ。被害が出るたびに地域で警戒が強まっていたのに、身近にいた少年に誰もたどり着けなかったのは縦割りの構造が招いた結果でもあるわよね。加えて、1990年代の日本では子どもの内面の異常遅期に専門家へつなぐ体制が今よりずっと薄かったのだ。スクールカウンセラーの配置義務化もこの事件の後に動き始めたのだ。この事件は制度変化の起点になったということを、それは重要な事実だけど、変化が後手に回ったことへの怒りは消えないわ。遺族の梶上守さんは
事件後も長年にわたって少年法の在り方や記録保存の問題を訴え続けてきたのだ。2022年に神戸家裁が審判記録を廃棄していたと発覚したことは、その訴えをさらに深く傷つけたのだ。記録が消えてしまったら何が起きたのかを社会が学ぶことすらできなくなるわ。遺族が声を上げ続けなければ問題そのものが消えてしまう危険があったのね。だからこそ僕は早期介入できた場所として最も有効だったのは学校だと思うのだ。日常的に少年と接し変化を感じ取れる立場にいたのは教師しかいなかったのだ。でも教師に何が正常で何が危険な兆候かを見分けるための訓練が当時あったかといえばほぼなかったはずよ。個人の感性に委ねすぎていたわ。僕はやっぱりこの事件が突きつけた最大の問いは、異常は見えていたのにそれをつなぐ回路が社会になかったということだと思うのだ。質の問題でも家庭だけの問題でもなく、社会の受け皿が機能していなかったのだ。私も同じよ。どこか一箇所だけが悪かったのではなく、連携の欠如という構造的な失敗がこの事件を許してしまったのだと思うわ。梶上守さんが29年間語り続け、2026年にその式公表を終える決断をした重みを僕たちは忘れてはいけないのだ。遺族が声を上げなければ記録も問いも消えていたかもしれないのだ。というわけで今回は1997年に神戸市須磨区で起きた連続児童殺傷事件を解説したのだ。どうだったメタン？事件の残酷さはもちろん、記録が廃棄されたことや絶火出版の問題まで傷が何度も上塗りされていくような事件だったわ。異常をつなぐ回路がなかったという見方は今の社会にも刺さる話だと思うの。山下彩香さんと梶上淳さん、そして怪我を負わされた子どもたちが何の罪もなく命や安全を奪われたことを僕たちは決して軽く扱ってはいけないのだ。どうか二人の魂が安らかであってほしいわ。梶上守さんは29年間にわたって少年法の在り方や記録保存の問題を訴え続け、2026年にその区切りを自ら決めたのだ。その長い歳月の重さを僕たちは胸に刻んでおきたいのだ。遺族が声を上げ続けてくれたからこそこの事件は風化せずに問われ続けてきたのよね。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるからぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。